五老星が巨大妖怪と化し自ら国を滅ぼす。エスペリア王国滅亡の真相。キャンディル王妃死亡確定。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1185話のネタバレが判明しました。タイトルはエスペリア王国です。扉へリクエスト。アマゾンリリーの砂浜で麦わら帽子をかぶった小猿たちを見てルフィを思い出し、顔を真っ赤にするハンコック。この話はブルックがまだキャンディルの見習いだった過去のモンタージュから始まります。彼女がブルックに剣術と礼儀作法の両方を指導している様子が描かれます。その直後、別のモンタージュでブルックとシュリの親密な関係と深い友情が強調されます。また、キャンディルがブルックに打ち明け話をし、ルーベン王子のことを愛しているが、彼の忠実な近衛兵として使えるだけで十分に満足していると告げる場面もあります。その後、場面は変わり、天竜人を乗せた世界政府の船がエスペリア王国に到着します。この訪問の後、キャンディルは長期間重病に倒れ、王国全体に大きな懸念と悲しみをもたらします。キャンディルがようやく回復すると、ルーベンは彼女との婚約を発表します。しかしその後、謎の霧が何年にもわたって王国全体を覆い、国民の健康を害し、国の経済を支えていた楽器を腐食させてしまいます。このため、エスペリア王国の経済は最終的に崩壊し、天上金を支払うことができなくなります。これにより世界政府が介入し、代わりに国民を奴隷として差し出すよう要求します。ルーベンは引き下がることを拒否し、抵抗することを選び、世界政府の軍隊に対して戦争を仕掛けます。王国を破壊するその戦力は、他ならぬ五老星自身であることが判明します。63年前のエスペリア王国のオペラ通りを舞台にしたコマでは、五老星が巨大な妖怪の姿で降臨し、王国を虐殺している様子が描かれています。若き日のブルック、シュリ姫、そしてキャンディル王妃が絶対的な恐怖の中でその巨大な怪物たちを見上げている姿が描かれます。キャンディルは攻撃者たちをはっきりと認識し、五老星と叫びます。戦争は王国が炎に飲み込まれる形で終わります。ブルックがようやく王宮に駆けつけると、シュリがルーベンを刺しているのを発見し衝撃を受けます。最後の見開きページでは、ルーベンとシュリの両方が悪魔の翼と角を持っていることが明らかになり、2人がドミリバーシの影響下にあることが暗示されます。第二世界はついに結末を迎えた。海の神が神罰を下し、引き起こされた巨大な津波が世界全体を飲み込んだ。そして戦争の勝者となったイムと20人の王は、神の国の廃墟の上にパンゲア城と聖地マリージョアを築き、神の国の機密を永遠に独占しようと企てた。しかし古代エネルギーが破壊されたため、イムはその後の長い年月において神の国の扉を再び開くことができず、地下に残された残存技術を断片的に利用することしかできなかった。五老星の一人である科学防衛部神という役職は、まさに各時代において科学者を組織し、リバースエンジニアリングを実施する責任を負っている。200年前、古代ロボットエメトが聖地を襲撃した理由は、そこがかつて彼の生まれた故郷だったからである。もっとも、当時はすでに神の国の痕跡はどこにも見当たらなかったが、あの破壊的な津波は広大な陸地を飲み込み、多くの文明と歴史の痕跡を完全に消し去った。イムこれを機に人為的に空白の100年を作り出し、古代の機密や文明に関わるすべての記録を焼き払った。その邪悪な思惑は、世界の発展の運命の軌跡を完全に固定してしまうことにあった。彼はジョイ・ボーイが死の間際に予言した約束の日を深く忌み嫌い、巨大な戦いの再来を恐れたため、暗闇の中で密かに準備を進めるしかなかったのだ。いわゆる神の第一の特質とは不老不死である。不老不死の目的を達成するため、イムはかつての神の国の人体改造技術を再起動させ、何らかの邪悪なバイオテクノロジーを研究開発し、それによって不老不死の五老星や神の騎士団を作り出した可能性が極めて高い。前者はイムに代わって表舞台で世界を統治し、後者は幕裏に潜んで一切の反抗勢力を掃討する役割を担っている。イムはおそらく世界で最初に不老不死を手に入れた怪物になり果てているのだろう。彼と利益で結びついた手先たちは彼の忠実な従者であると同時に、対外的には天竜人、世界貴族、そして神としての身分を自称している。イムはすでに虚無の代弁者、冷酷で無感覚な世界の独裁者と化している。
彼は幾重もの禁令を敷き、人々が歴史の真相を探求する道を断ち、科学技術の進歩や人類の未来への発展を見て見ぬふりをし、階級の固定化と残酷な抑圧を恣意的に容認し、さらにはかつて神の国と関連のあった希少種族の末裔を執拗に追求し殺戮している。イムはこのような高圧的な手段で世界の永久の平和を維持しようと妄想しているが、それはどうあがいても虚妄に過ぎない。なぜなら人類の自由に対する果てしない渇望は最終的に自由を象徴するあの戦士をはらみ、この死の静寂に包まれた世界に挑戦状を叩きつけるからである。あの未完の巨大な戦いは必ず再び戦火を交えることになり、そして今回滅ぼされるのは間違いなく神の世界となるはずだ。早くも2011年の初め、作者は深い伏線を張っていた。漫画の連載が魚人島編の第610話に達した時、魚人島の占い師マダム・シャーリーは、ルフィが魚人島を滅ぼすという恐ろしい予言を口にした。14年の歳月が流れたが、この伏線は未だに回収されていない。その間、読者たちは様々な推測を巡らせてきたが、ルフィが魚人島を滅ぼす動機について、論理的に完全に辻褄の合う説明を見つけるのは常に困難であったように思える。周知のようにマダム・シャーリーの予言の的中率は 100% であり、これは本質的に小田栄一郎が意図的に残した明確なストーリーの詮索である。この宙に浮いていた謎は現在の最新のストーリー展開に至り、ついにその糸口をわずかに見せ始めた。覚醒したギア5の能力は太陽の神ニカの力を表している。過去、私たちはニカが間違いなくポジティブな存在であり、世界に夜明けと解放をもたらすものだと一般的に考えていた。しかし、巨人族は太陽の神に対して全く異なる解釈を抱いている。一部の者は彼を世界が滅びるのを防ぐ英雄とみなし、また一部の者は彼を全てを滅ぼす破壊者とみなしているのだ。これら2つの観点の共通点は、ニカが常に世界が激変を迎えようとする転換点に降臨するということである。第一世界と第二世界の歴史は、ニカが当時直面した2つの全く異なる結末を正確に裏付けている。第一の世界では、ニカは奴隷を苦境から救い出す英雄であったが、世界は最終的に滅んでしまった。第二の世界では、ニカは危険な引き金となり、太陽の神が絶えず戦火を広げた結果、最終的にもう一つの力が太陽を打ち破り、それにとって代わって神の座についたのだ。ニカが果たして正義なのか邪悪なのかは、彼が打ち砕こうとするものがこの世界そのものなのか、それとも人々を縛る枷なのかに完全にかかっている。魚人族にとってその重い枷とは実際のところ魚人島自体なのだ。人類からの差別に根ざす深い恐怖から彼らは長期間深海に潜み続けることを余儀なくされてきた。想像してみてほしい。未来のある日、ルフィとシラホシが箱舟ノアを動かし、魚人族全員を日の光の下へ移住させようと試みたとき、一部の魚人が臆病風に吹かれて躊躇してしまったら、その局面をどう打破すべきか？おそらく排水の陣を敷き、この海底の避難所を完全に破壊して初めて、魚人族に勇敢な局面打破の一歩を踏み出させることができるのではないだろうか。これから見てもわかるように、いわゆる太陽の神がもたらす破壊とは、旧世界の古い教条を徹底的に粉砕し、人々に自らの運命を再選択する権利を与えることに、その深い意味があるのかもしれない。最後に、改めて新天の終章の予言を見直してみよう。3つの世界に関する記述にはいずれも彼らへの言及がある。最初の2つの世界は、彼らはもう会えないのだという悲劇で終わるが、第3の世界にだけ彼らはきっと会えるだろうという希望が残されている。ここでの彼らとは一体何を暗に指しているのか？ワンピースの究極の秘密であるワンピースは作品のタイトルであると同時に万物が一つにつながることを暗示している。最終的な方向性が一つにつながることである以上、逆算すればかつて何か重大な分断と分離を経験した事物があったと推測できる。新天の結末は当然ワンピースの革新的なテーマに対する深い呼応であるべきだ。私はすでに多くの可能性を構想しているが、最終的な真相に触れるまでには現時点ではまだかなり長い道のりがあるようだ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。